おはようございます。今日も元気に浮いております。今日はね、祝日ということもあって、どこ行ってもね、なんか人でいっぱいで、車止める場所がなくてね、出店場所を巡ってようやく出店できそうな場所を見つけてね、出店したって感じですね。そして、相当ね、今、走り回りました。2時間くらい走ってるかな。で、今、水深44メーターで、なんとなく魚の反応が今もこれ出てますね、重曹。とりあえずね、探ってみようかなというところでございます。ゴールド系のね、60g メタルジグにブレードをカスタムしております。これはね P1.5 号のねライトジギングタックルです。そして見てください、これリールスタンドをねカスタムして見ちゃいました。これはねゴメクサスの実売なんと1000円ちょっとで買えちゃうというやつですね。ストラディックとマッチしててかっこいいですね。このくびれの部分がジグとかをねこういうところにかけたりもできるんで、スタンドなかった時ってメタルジグこういうガイド周りにフック引っ掛けてたりするんですけど、やっぱどうしてもねガイドにガチャガチャぶつかったり竿にねぶつかったりしてちょっと傷がいくの気になってたんで、このねリールスタンドはね素晴らしいと思います。はい、宣伝はね以上です。じゃあ行きますよ。これは自由だ。今日もね狙いはでかい魚です。でかい魚ですってね、このお乳のリールスタンドにね入魂してやりたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。着底。もうラインローラーの方が音が鳴ってんな。最近ずっとスピニングタックルばっか使ってるんで、もうなかなかねシュルシュルえげつない音が鳴っておりますね。はいご覧ください。あれがねくるくるイワシですね。イワシが平行感覚を見失って水面にもねぐるぐる回ってる現象があそこにもいる。イワシが見えたんで近く来てみたらね、やっぱベイトの群れ今はっきり映ってます。水深が55ぐらいで40メーターぐらいのとこにね全部映ってるのベイトですね。これ今どんどん群れがねボトムの方に寄っていってるんで、いい感じだと思うんだよなこれ。ベイトがいればね何かは起きます。でかい魚もいるはずですね。がぜんやる気が出てきた。ゴールド系のジグ当たらないんでブルーシルバーですね。こいつでやってやる。でフィッシュイーターもね水面ボイルシャンって結構出てるっちゃ出てるんで、トップ投げてみてもいいんでしょうけど、今日はねとりあえずこのリールスタンドに入魂したいんでしばらくはジギングやってみましょう。ボトム付近で何かがヒットしていた。着底とほぼ同時だった。なんだこれ。多分そこの方の魚だと思うが、叩いてるか。体型っぽいですね。でさっきから周りね水面バシャンバシャンっていうボイル音は出てたんで、魚は回ってるなっていうのはあったんですけど、ジギングで何か来た。そこ付近の魚。ゴムボートはほどほどに引きずり回されている。これもまた面白すぎるでございますね。おいでおいで。ゴメクサスなリールスタンドに入魂。正体はなんだ。いでよお魚来た。やはりタイきれい。いいサイズ。わお、最近タイが釣ることが多い。きっとほらそこもね水面ボイルが出てますよね。イワシがねやっぱ水面くるくる回ってるんで、それを捕食する回遊魚がうろちょろしてる感じ。しかし私はジグでタイを釣ったという。ポールバイトだったんで普通にフロントフックの方がっちりかかってますね。見てくださいこのタイの牙。怖い見てよこれ。やばいでしょ。これだね魚食性のあるタイですね。この魚を追いかけてるやつはサイズは50ジャストというところでしょうか。綺麗。ゴメクサスのお乳のリールスタンドで1匹目めでたいでございます。ありがとうございます。よいしょ。ちょっとね場所移動しました。さっきいたところベイトがちょっと散っててね、表層の方バシャバシャボイルはしてたんですけど、サイズも小さそうだったんで、今また別のところ来て、水深が60メーターでびっしり映ってるのがこれがベイトです。水深40メーター付近から下の方までベイトがしっかり映ってる反応ですね。本当はもっとボトムにギュッと抑えられてる反応の方がフィッシュイーターがまさにねその上ついてるって感じなんですけど、一応この反応もフィッシュイーターのプレッシャーはかかってるかな。さあこのゴメクサスのリールスタンドにさらなる鱗付けをしてやります。
いい反応ですね。ベイトの群れがボトムに寄ってますね。真っ赤なね、反応で、かなり密度の濃い時の反応なんで、フィッシュ板のプレッシャーがかかって密集してる時の状態ですね。いい感じですよ、これ。オッケー、きたー。一発やな。一発よ、マジで。よっしゃー。きたきた、巻きで食ってるんでね。ブレードフック、いい感じにかかってるはずですよ。お、これはなんだ。お、叩いてる。え叩く魚マジか。やっぱね、いい反応だなと思ったら、ドンピシャですよね。これがね、やめられない、止まらないゴムボートフィッシングでございます。もう叩いてるんで、正体は完全にあの方しかいないでしょう。場所移動してもいるのか、すごいな、この人。ほら、見えた。見ましたよ。でかい。でかすぎる。でか。やばいね。でかいのに綺麗。だ。ベイトのイワシを吐き出してる。ほら。イワシですよね。来たよ。ブレードフック。日本仕様がね、いい感じに発動してる。一本がっちりかかってますね。これは逃さない。ジグはね、シルバー系を使ってて、微妙にね、ちょっと当たりがなかったんで、赤金ゼブラグローという僕の大好きなね、モリモリのジグ仕様にしたら、来てしまった。6号ある。背びれの先がね、65センチです。6号マダイ。やりましたよ。ゴメクサスのね、リールスタンドで、どれかいマダイゲットだぜ。マジで縁起いいな、ゴメクサスのリールスタンド。これはね、もうおめでたいです。ありがとうございます。めでたい魚しか釣れない。でね、ブレードフックのね、仕様はね、最近ダブルフックに僕してます。いろんなね、組み合わせてるんですけど、これが結構ね、今、正解のような気がする。なかなかね、やっぱシングルフック1本だと当たりがあってもね、弾くっていう表現しますけど、フッキングまでね、至らないことが結構あったんですけど、2本針にしてからはね、ほぼ拾えてますね。これがね、ブレードフックの次の世界です。ということでね、また魚の反応を求めてね、僕は移動しようかと思います。今こういう反応なんですよ。ベイトはね、ずっとびっしり映ってるんですけど、やっぱりね、こういう反応は落としても釣れないというか、そもそも釣れるフィッシュイーターがいないんで、やっぱりボトム付近にね、ギュッとベイトが抑えられてる時が広角って感じですね。それでもね、こういう反応にも釣れないことはないんだけど、確率が低いんで、確率の高い方をね、僕は探します。巻きで食った。これはなんだ。巻きで食ったから回遊魚なような気もするけど、これもでも叩いてる。今日なんかタイの反応ばっか打ってるのかな、俺。叩いてるね。叩いてる。もう正体が分かってしまった。はい、来た。そうですよね。そうだよね。すごいね、君。今日タイの活動が。危ない。タイが暴れるとゴムボートに穴が開きそう。怖すぎるち。結構早めのスピードの巻きで食ってくるんだから、すごい活性ですよね。素晴らしいです。危ない。ヒレがね、刺さります。これはね、危険なんですよ。見てください、この背びれ。これがね、ゴムボートに刺さるとね、一発でパンクします。ゴムボートの天敵、マダイゲッチです。はい、ジグをね、チェンジします。赤金ゼブラグローの方使ってたんですけど、めちゃくちゃタイが釣れるんで、シルバー系のジグ、こっちだとどうなるかなっていう、やってみましょうか。
回遊魚、青物もいると思うんですけどね、なんかタイばっか当たるんで、色の問題なのか。シルバー系はね、やっぱ青物に強いんで、でかい回遊魚をね、狙ってみましょう。おー、ストップ&ゴーの止めたタイミングで来た。これはなんだこれはなんだおわ、なんだ重量感それなりにありますよ。ありますよ。一応ね、ジグをシルバー系にチェンジしてますんで、どんな魚が来ているのか。おー、走る魚。おー、走ってる。おい。ついにこれ走る魚来たんじゃない？やったぜ、やっぱシルバーが強いのか。オッケー、面白い。これがね、皆さん、やめられない、止まらない、カルビーのボートフィッシング。やばい、楽しい。このボートがぐるぐる振り回されている。でかい魚とのファイトー。来た。走ってる。うわ、まだ走ってる。はい、やってきました。反応はね、こういう反応でした。もう言うまでもなくいい反応ですね。水深60弱でベイトがね、ボトム付近に寄ってる反応。来ましたね。青物です。なんだかんだ今日初のね、青物でございます。この元気のいい引きが僕はね、大好きです。このためにゴムボートに乗っているんです。ありがとうございます。これがね、さっきの目白が吐き出したベイトのイワシですね。サイズはね、12センチぐらいかな。使ってたメタルジグたちと大きさはね、同じぐらい。やっぱマッチザベイトがいいんでしょうね。最高ですね。そしてね、いろんなジグ使っていろいろ釣れるんですけど、もはやブレードさえついてりゃあとは俺もいいんじゃないかっていう、そこ気になると思いますんで、これです。ただの重りにね、ブレードフックつけました。もうこのふざけた仕様でね、何が釣れるかやってみたいと思います。一応ね、これでも後ろのブレードがキラキラなるんでね、ブレードジギングは成立しそうです。行ってこい。魚探の反応が相変わらずいい感じですね。水深が今57メーターでボトムにベイトが逃げてる反応。これだったらフィッシュイーターは何かしらいる反応なんで、何が釣れるか。ブレードジギング、ブレードさえついていれば、あとはもはやどうでもいいんじゃないか説のね、徹底検証です。おーっとーマジで食ったぞー。おー、もはやブレードジギングは何でもいいのか。ブレードさえあればマジかよ。おー、重たい。でかい。これは面白すぎるし楽しすぎるし、ブレードジギングやーべえ。強いマジ強い。いやブレードジギングもはや重りでもいい説。完全立証ですね、これは。魚探の反応もいいからな。そりゃ釣れるよなって感じ。めっちゃ首振る。すごい。これね、今ブレードフックとメインラインがもう直結なんですよね。中通しの重りなんで、すごい、だからダイレクトに魚のこの顎の振りが手元まで伝わってくる。見えている。お魚が見えている。こっちにおいで。ゴムボートぐるぐる回ってる。楽しい。これがね、やめられない、止まらない。カルビーのカッパエビせん。こっちに来てくれ、カッパエビせん。元気がいい。魚の正体は青物。ランディング来たぞ、お魚。魚探の反応、これがね、いい反応ですね。分かりにくいんですけどね、ボトムの方にベイトがペタってついてるんですよね、この反応。こういう小さい反応をね、狙い撃てるのがゴムボートのいいところです。ご覧ください。バッ
ちりですね。ブレードジギングです。これがブレードオモリングですね。はい、もうね何でもいいんでしょうね、ブレードがついてりゃやったぞー、ブレードオモリング。ブレードさえついていればね、あとはもう何でもいい説立証できました。イエーイ。はい、おじさんはもう疲れました。最後はね、ちょっとおふざけモードみたいな感じに、ね、なって、いろいろね、やりましたけど、重りでも釣れるっちゃ釣れるんだけど、やっぱりね、メタルジグの方が、食いはいいですよ、当然。重りブレードにね、変えてから、結構ね、いい反応も何度か通り過ぎたんですけど、ようやく最後にね、当たったって感じだったんで、メタルジグだったらね、もっと数はね、取れてたんじゃないかなと思います。さすがにね、メタルジグほど釣れるっていうわけじゃないですけど、流行りのね、ブレードジギングはね、もはや重りでも一応成立するということがね、分かりました。なんじゃそりゃ。とはいえね、やっぱメタルジグじゃないと食わない反応っていうのもやっぱあるんでね、じゃないとなんかね、いろんなメーカー的に回しそうなんで、メタルジグの方がね、釣れますよということだけお伝えしておきます。釣れるときは別にこの中通しのね、重りで釣ることができます。そしてね、ゴメクサスのリールスタンド。はい、このかっこいいリールスタンドをね、つけて、今日はね、いろんなお魚釣ることができました。もしかしたらね、このふざけたブレードオモリングでもね、釣れたのはゴメクサスのね、リールスタンドのおかげかもしれない。知らんけど。こんな感じでゴムボートフィッシングの動画をこれからもガンガン上げてきますんで、高評価とチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。じゃあねー。